謎の天才クレイグ・ライト博士。彼が作ったビットコイン SV。これらすべてを20分でご説明いたします。はい、というわけでどうも皆さんこんばんは。本日も真のビットコインである BSV、ビットコインサトシビジョンについて解説をしていきたいと思います。さあ、それでは参りましょう。昔々あるところに、サトシ・ナカモトがいました。これは2008年頃の話です。彼、サトシ・ナカモトは暗号学のネットコミュニティに所属。そこで様々な専門家たちとメールでやり取りを行っていました。彼は2008年10月31日、自ら執筆していた論文をコミュニティの仲間たちへ送信することにします。その論文がこれ。ビットコイン・ア・ピアツーピア・エレクトロニック・キャッシュ・システム。今ではビットコイン白書として有名な論文です。ここには、完全な P2P 電子通貨の実現により、金融機関の介在なしに利用者同士の直接的なオンライン決算が可能となるだろうと書かれていました。これに注目したのがデジタル通貨の研究者、ハル・フィニーさんです。彼はサトシに論文のシステムをプログラミングしてみるように助言することにしました。最初に興味を持ってくれたのは彼だけだったんですが、2008年8月18日にすでに開設をしていたビットコインオーグというサイトがありました。サトシはそこにマイニングソフトを設置することで、他の人もビットコインを使うことができるようにしたんです。最初はおもちゃみたいなもんでした。誰かが1万 BTC 出すから俺ん家にピザ届けてくれよなんて言ったり、歯ブラシやトイレットペーパーをビットコイン支払いで買えるサイトを立ち上げてみたり、いわゆるオタク系のコミュニティだったんですが、ビットコインに価値がつくにつれて、だんだんと人がフォーラムに集まり、サトシを中心に協力してビットコインを開発していこうということになりました。この頃サトシはビットコインに汎用的なプログラミングが可能なスクリプトというものを作成していたんです。そのスクリプトの名前をオペコードと言います。これが完成すれば、銀行や保険なんかの業務をすべてビットコインで自動化できると彼は考えたんです。中でも特筆すべきはオペリターンです。もともとは名前の通り、実行中のプログラムを途中で終了するための機能でした。しかしこのコードにバグが見つかり、修正を加えたところ、ユーザーが任意で自分のデータを保存できるようになったんです。一度に作れるスクリプトの総サイズというのは520バイトに制限されていました。そのため、元から作っていたデータ保存用のオペプッシュデータというコードより、こっちの方がよっぽど使いやすかったんです。また他にも、バイト数自体を少なくすれば消費電力自体も抑えることが可能だったんです。オペリターンの利用はその後全世界へと波及することになりました。こうしてサトシは最低50年から100年は継続利用が可能なビットコインという名の経済システム、これを構築していったんです。だがしかし、2011年の4月、サトシ・ナカモトはネット界から突然の失踪を遂げます。2010年の12月よりフォーラムにも姿を見せなくなっていました。彼はそれまでに他の開発者たちにプロジェクトを上々に引き継いでいったんです。理由も語らず消えたサトシ。残されたのは開発者たちだけです。ここからビットコインは大いに荒れ狂うことになります。サトシが作ろうとしていたビットコイン、それは住所や電話番号といった信用が登録されていなくても口座が持てる世界。そして中間業者が入る必要のない安い送金システム。最後に透明性の高い取引履歴。彼はビットコインで世界を変えることを目標にしていました。でもね、残念ながら残された開発者たちが目指したのは、国家や巨大資本に脅かされることのない自由なお金、つまり匿名通貨だったんです。匿名通貨とはお金の出所、そして使い先がわからない通貨のことです。これを使えば麻薬を買っても証拠が残らないですし、犯罪で得たコインっていうのも結局追跡ができなくなってしまいます。その上入ったか入ってないかもわからないから税金だって取られることがないんですよ。まあね、政府ってのは後ろで何やってるかよくわからないもんですから、そういった不満や疑念、これが彼らを悪の道へと進ませることになります。しかし、幸か不幸か、このサトシ・ナカモト、天才すぎたんですよ。これまでもサトシを主導にビットコインの開発を続けていたんですが、他の開発者たちとやり取りをしたメールだとか、ビットコイン白書自体、これらには詳しい作り方が一切書かれてなかったんです。つまり、サトシがいなくなった段階で、誰にも正しいビットコインの形っていうのがわからなくなってしまったんです。結局残された開発者たちは、理解できないオペコード、これをバグを恐れて全て削除してしまいます。そうして目指す先もぼんやりとしたまま、匿名通貨の開発を現在でも継続中です。中でも特に物議を醸したのがブロックサイズの問題。これをスケーリング問題と言います。サトシが残したコードでは、一つのブロックは1メガバイトという設定になっていたんです。現代の感覚で1メガバイトってお前フロッピーじゃねえんだからって話ですよ。これでは利用者が増えるとトランザクションが一つのブロックに収まりきらないということになるんです。ブロックは10分ごとに作成されていきます。なので次のブロックは10分後に作られるんですが、それでもまだまだ足りないんです。
多くのブロックチェーンはブロックの中にトランザクションが入って初めて取引が承認されます。なので早くブロックに入れてほしいんですが、早くブロックに入れるためには手数料が必要になってくるんです。しかしこれも競り合うにつれてどんどんと高価になっていきました。サトシがいなくなった後のビットコイン、これを BTC、ビットコインコアと言います。この BTC、先ほどの手数料問題や政府の意思に反して匿名性を持たせようとして、どんどんと使い物にならなくなっていくんです。しかしこの頃、BTC の中にもちょっと面白い動きがありました。残された開発者たちの中で、いやいや、ブロックサイズは小さい方がスパムやドス攻撃のリスクを緩和することができるよとかいうスモールブロック派。いや、ブロック容量を増やして一つのブロックに入る手数料を多くした方がいいというビッグブロック派という内部分裂が起こっていたんです。ブロックチェーンを稼働させるために絶対に必要な存在、それがマイナーです。マイナーというのは、ブロックやブロックに入るトランザクション、これらが正しいかを検証するという仕事をしています。この仕事、めちゃめちゃ面倒な計算が必要なんです。でもそれをやる代わりに、ブロック報酬、ブロック補助金や、ブロックの中に入っている送金手数料、これらを一挙に手にすることができるんです。ブロックでかい方がトランザクション処理が早いし、手数料もいっぱい入るし、俺もマイニングして稼ごうかな、と思うことができるんですよ。結局、スモールブロック、ビッグブロック、片方の意見によることはなく、この内部分裂は4年半の間決着を見ることはありませんでした。そのうちビッグブロック派というのは新しいビットコインの形、これ、ビットコインキャッシュというものを作り出します。そして加えて言っとくと、もうこの頃にはビットコイン白書の力を借りた開発者というのが様々なコインを生み出していたんです。しかし、そのほとんどというのは自社サービスを購入するためのトークン、つまりお金だったんです。商品券みたいなもんだと思ってください。そして、そのサービス自体を開発するための資金を得るためのプロジェクトとして、イニシャルコインオファリング ICO というものが当時流行しました。だってね、これやるよって言ったらもう事前にお金が集まるんだよ。買ってる人たちもサービスが出来上がれば、そのトークンの価値は上がるわけよ。ICO をやるやつも買うやつも得をする。そう思って多くの人たちがこれに飛び込んでいきました。まあね、今振り返ってみるとその大半のプロジェクトというのが全て現在は逃亡しています。そう、ほとんどが詐欺案件だったんです。もちろん真面目なプロジェクトというものもありました。でもこれもね、ちょっと甘かったんだな。そもそも全世界同時利用というのを想定したものではなかったんです。今現在残っている真面目なプロジェクトと言っていいかな。これらですね、1秒間でトランザクションを一気に処理できる速度というのがあります。左から BTC は毎秒7件、BCH は毎秒92件、そしてイーサリアムは毎秒15件と決まっています。しかし、以前イーロン・マスクが叩いたように、1メガワットの電力を消費した際に処理できるトランザクションの数、そしてその際に出る CO2 の排出量、これらを比較してみると、BTC は2つしかトランザクションを処理してないにもかかわらず、CO2 の排出量はなんと 111kg なんです。このテスラも叩かな。そう、これら残っているコインも基礎システムの欠陥によって、結局、将来的にレイヤー2にて改善策を講じることになります。すべてのやり取りデータを保存するベースレイヤーというものの外側で、なんかごちゃごちゃしてからブロックチェーンに書き込もうということなんです。でも、チェーンの外でごちゃごちゃしちゃうと、すべての記録をチェーンの中に保存することができないから、不正を働く余地というものが生まれてしまうんです。それだと BTC と同じ匿名通貨になる可能性があるんですね。でもそんな中、たった一人だけ全てをベースレイヤーで実現することができると豪語している男がいたんです。それが彼、クレイグ・スティーブン・ライト博士です。正直言うとよ、彼はね、すごい偏屈で変わり者です。この当時も BCH の開発に協力をしていたんですが、この頃の BCH の将来像、これが間違っていると主張していました。そのため彼は他の開発者へ何度も方向修正のお願いをし続けるんです。しかし、怒った BCH 側のリード開発者、アモーリー・セチェットという男にまさかの追放を食らいます。もう、これに怒り狂ったクレイグライト博士は自分のチームである N チェインを率いて、正しいビットコインを自分で作ることにしました。ここからは彼の言い分です。イーサリアム？そんなものはいらない。サトシのビットコインならスマートコントラクトも実行できた。リップルだ？そんな詐欺はいらない。プライベートチェーンならこの世には必要ない。そうそう、言い忘れてました。ちなみに私、サトシ仲本本人です。どうも。わかるよ。この時点で彼をサトシ仲本だと信じる奴は多分誰もいないと思う。もちろん他の暗号資産関係者も彼がサトシ仲本だったのは全然信じず、すべてのコイン関係者を敵に回しながらもひたすらに作り続けたもの。
それがビットコイン SV、ビットコインサトシビジョンなんです。はい、名前がダサいとか言わないでね。それでは見てみましょう。先ほどの図の比較をしてみましょう。1秒間でトランザクションを処理できる数。これはビットコイン SV は5169件となっています。もう他のコインとは桁違いですね。そして1メガワットの消費時のトランザクション処理数と CO2 の排出量です。どうよ横並びにするともう丸分かりでしょう。ちなみに最新のデータが欲しいという人はコインカーボンキャップというサイトに検索してみてください。そしてとどめは送金手数料です。ビットコイン SV の送金手数料はたった1セント未満なんです。日本で言うと1銭から10銭とかいうそういう単位の話です。それに比べて BTC、ブロック小さいままでいいよとか言ったら結論がこれです。話にもなりませんね。ビットコイン SV の最終目標アップグレード、この名をテラノードと言います。もう実は2021年のアルファ版では、すでに秒間5万件のトランザクション処理に成功してるんですよ。じゃあなんでビットコイン SV だけそんなに早くできるのか。この速さの秘密、それを UTXO モデルと言います。例えばです。現在イーサリアムが使っているアカウントモデルというやり方。これは、まず自分のアカウントを最初に発行して、そこに残高を溜め込んでいくという方法です。スマートコントラクトのコードなどもそのアカウントの中に溜め込まれることになります。しかし、これだと他のアカウント情報なんかと依存性が強いんです。そのため、書き込みや読み込みをやっている最中は別の処理をやろうとすると失敗することがあるんですよ。これがイーサリアムの基礎的欠陥です。しかしこの UTXO モデルというのはアカウントを使うものではありません。チェーン上に残されているトランザクションの一つ一つ、この中から自分に属する UTXO というものをまとめてウォレットに表示をする。このようなやり方で残高を管理しています。ここちょっとややこしいんだけどね、UTXO にはインプットとアウトプットというものがあって、例えばこの左の人、BSV を5枚送りたいのに、今自分の手元には20枚分の UTXO しかないという時、これらを自分で分割することはできず、相手用の BSV とお釣り用の BSV として、その双方に転送をすることになるんです。するとこの図のように、相手に5枚、自分に15枚を送るトランザクションを2つ発生させることになります。めんどくせえ。なんでこんなめんどくせえのと思うかもしれませんが、これならチェーン上に全てを独立して存在させることができるんです。これなら依存関係ももともと存在はしませんし、読み書きの際の遅延というのも発生しなくなるんです。ちなみにこの UTXO モデル、発明者はサトシ・ナカモトです。これは BTC の初期段階ですでにスマートコントラクトやスケーリングの方法、これらについて構想をしていたという証拠なんです。ね？どう転んでも天才でしょう。じゃあなんでこんなに早くする必要があるのか。それは世界中で日常的に低手数料で使用するためなんです。この日常的という点には、Amazon などのネットショッピングはもちろん、コンビニなどの実店舗での支払い、これも想定されています。このように普段使いが促進されれば、マイナーが得ることができる報酬、そう、手数料というものもちゃんと貯まることになるんです。加えてですよ、この速度と安定性なら、他の通貨が抱えている問題も、BSV ブロックチェーン上で他の通貨を再現、トークン化することによって、すべて解決することができるんです。しかも何よりすごいのは、コンセンサスアルゴリズム。ブロックチェーンに参加している人たちが、このデータには絶対に不正はないよね、大丈夫だよね、と確認するための方法。これはプルーフオブワークを採用しています。これは時間と作業の積み重ね、絶対に偽造できない証明方法なんです。イーサリアム 2.0 やソラナ、ネムなどのプルーフオブステーク系の通貨というのは、今持っているコインが多ければ多いほどお金を稼ぐことができる確率が上がるというやり方です。つまり、まるで株のように、持っているだけで配当が受け取れるんですよ。これは証券取引法を敵に回した行為です。証券取引法というのは、大損する弱者を減らすために作られた法律なんです。しかし彼らは未だにプルーフオブステークをやめようとはしません。むしろそちらに乗り換えようとすらしています。イーサリアムのビタリック・ブテリンもプルーフオブワークではスケーリングできないと言っていました。これは私の意見なんですが、プルーフオブワークでスケーリングすることができなかった奴らが、どうですこのチェーン使えるでしょうという実績を作って自分たちの都合で法律自体を変えさせようとしているのではないかと考えています。もういいの。そんなことしなくてもプルーフオブワークなら悪人だろうと善人だろうと絶対に仕事をしないと報酬が得られないんです。もうすぐプルーフオブワークもできて30年の時間が経とうとしています。プルーフオブステークは2012年からですから、まだまともに稼働するという保証はないも同然なんです。そう。
UTXO だけじゃなく、プルーフ・オブ・ワークだけでもなく、すべてを組み合わせることで正しく機能する。その完成形がビットコイン SV なんです。さて、というわけで、皆さん興味ありませんか？その真のビットコインを作ったクレイグ・ライトという男について。ありますよね、ありますよね。よし、見ていきましょう。彼の名前はドクター・クレイグ・スティーブン・ライトと言います。1970年の10月に生まれたと言われています。なんと言っても特筆すべきはこの IQ180 を超える驚異的な天才なんです。なんて言ったって一度読んだ本は全て一字一句把握しているっていうんですから、もはや漫画の世界です。しかしアスペルガー症候群ということもあり、あまり人付き合いが得意な方ではないようです。そして、あまりの天才ぶりに、周りの人が自分の話が難しすぎて理解できてないということがもう自分ではわからないんです。彼はこれまでの人生でコンピューターやセキュリティに関するあらゆる資格を多数保有しています。その上、コンピューター分野の専門家として軍と協力して、南米にあったダークウェブや人身売買のシンジケートの摘発に参加したりしてるんですよ。この写真の右側2枚は、その作戦で負傷してしまった時のものだそうです。というか、コンピューター以外にもですよ。神学、宗教学、古典学、そして法律。これらに関する資格というのも保有しています。そして最近分かったんですが、面白いことを思いつくたびにすぐ会社を作るという実業家でもあるそうです。彼自身も BTC の開発に早い段階から参加していたようです。なんと2015年にはワイヤードとギズモードの2社に全くの同時期にサトシ・ナカモト本人かもしれないということで言及されてるんです。しかしクレイグ・ライト博士自身は私がサトシだろうと誰だろうとどうでもいいことだと跳ねつけています。その後 BTC がビットコイン白書のやり方から逸脱してきたため BCH のチームへ移籍します。しかし BCH 自体も開発者のおもちゃになってしまい、ビットコイン白書に即すように何とか説得するんですが追放を食らってしまいます。彼が BCH を説得する際に言っていた内容、それはサトシ・ナカモトの作ったビットコインを作り直そうというものでした。結局追放されてるんでね、それを全否定された彼っていうのは暗号資産界の魔王としてその後の活動を開始することになります。まず BCH 時代からそうだったんですが、ブロックチェーンに関するありとあらゆる特許、これを自分のチームである N チェインと本人で取得しまくるんです。おそらく今企業で一番特許を持っているのがこの N チェインではないでしょうか。そして常に周りに悪態を吐きまくるんです。BSV だけが世界中で使うことができる。他の通貨そんなもんゴミだ。とこのようにです。行かれる群衆はそれに対し、ブロックチェーンはオープンソースだ。特許なんて取ったら開発の邪魔だ。とクレイグ・ライト博士を非難します。これがだんだんと積もり積もって、お前はサトシじゃない、異常者などという発言を受けます。するとですね、その発言をした人間をすぐに訴訟するんです。この良くない流れを何とかしようと多くの取引所は彼の開発する BSV を取引銘柄から除外することにしました。今でも BSV を扱ってない取引所というのは結構あります。しかしそんなことはお構いなしです。クレイグ・ライト博士は米国著作権局に2つの著作権申請を行いました。1つ目は元のビットコインのホワイトペーパーに関する著作権。2つ目がビットコインバージョン 0.1 のソースコードに関する著作権です。その後これは正式に受理されることになります。これによりクレイグ・ライト博士はビットコイン白書の著者であり、BTC の一番最初のバージョン。この著作権を手に入れることになるんです。いや、手に入れるというより取り戻したと言った方が正しいかもしれませんね。他にもサトシ・ナカモトが一番最初に立ち上げたビットコインオーグ。このドメインがクレイグ・ライト博士のクレジットカードで支払われているという記録があるそうなんです。クレイグ・ライト博士はこの著作権を得た後、ビットコインオーグの現所有者であるコブラというアカウントに対して、ホワイトペーパーの掲載を取りやめさせるために著作権侵害として訴訟を起こすんです。結論から言うとコブラは裁判に出廷せずに勝訴しました。こうしてイギリスのビットコインオーグからホワイトペーパー、そしてマイニングクライアントの2つが削除されることになります。イギリスではすでにクレイグ・ライト博士の元にビットコインの著作権があるんですよ。というかこんな大事件なのに、もう聞いたことないでしょ、こんな話。これがね、闇が深いとこなのよ。なんで聞いたことないかって、それはね、暗号資産関係のメディアは全部クレイグ・ライトを締め出して変更報道してるからなんです。最初はお前なんてサトシじゃない報道だったんですが、事態が都合の悪い方向に転がっていくと、報道すらしなくなるんですよ。まあね、BSV が実は最強でしたとか、クレイグ・ライト博士が本当はサトシ・ナカモトでしたとか、みんなが本当のことを知っちゃうと都合が悪いんでしょうね。
でも結局ビットコインの著作権は現在クレイグライト博士にあります。博士はこれに対して BTC がビットコインだと思っている人たちは詐欺にあったのと全く同じじゃないかと主張してるんです。これまで BTC をビットコインだと言って販売してきた取引所や BTC をビットコインだと勘違いさせてきたメディアたち。ご本人ポツポツ発言はされていますが、クレイグライト博士は一体この後どう対応していくんでしょうか。皆さんもこの先どうなるか興味ありませんか？ここでもっと知りたいという方は YouTube でビットコイン勉強会や BSV ナイトで検索してください。この動画では語らなかったあんなことやこんなこと、もっと深くて面白いことを教えてもらえます。あと Twitter のフォローをお忘れなく。Twitter をフォローすると実際に自分で BSV ナイトに参加して勉強することができるんです。言っとくよ、ここには著名なビットコインインフルエンサーたちがいっぱい揃ってるから、きっと将来のためになるということをお約束いたします。というわけで今回の動画はこれまで。また別の動画でお会いいたしましょう。ではまた。